こんにちは。今日は面接をリアルにやっていきたいと思います。今まで過去の動画でどうやったら面接に受かりますかとか、面接で見られているポイント等をご紹介したんですけども、とはいえ面接って一回きりなので、そこできっと緊張してしまうと思うんですよ。なので本当のうちのスタッフとお店の女の子が今からここに来るので、実際ね面談の時にはこういうこと聞いてますよっていうのを本当の手順通りで今からやっていきたいと思います。受かりやすくなるポイントとか、こういうの面接で言わない方がいいよとか、必ずこういうことは聞かれますよっていうことを今からやりますので、ぜひぜひクラブやキャバクラに面接に行かれる方はご参考にしていただけたらと思います。それでは始めます。いすずちゃんはブレアに来たの4年前だったっけ、はい、もう面接その時の記憶覚えてますか？いやもうでも4年ぐらい前の話なんで全然覚えてないですね。そうね、誰にしてもらったか覚えてる？今野さん。あ、じゃあ今日の面接で来てもらってるうちのスタッフと全く同じ、今野くんって言うんですけど、担当してもらったんだね。その時緊張した？結構緊張した気がします本当あやふやです。あやふやそう、クラブね1軒目でまだ勤めたことがなかったから、結構緊張するよね、じゃあその時の気持ちを思い出して今から面接してください。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初にこちらの、応募カード、ご記入いただいてもよろしいでしょうか？銀座のクラブの面接の時にはこういったお店ごとに応募カードがあって、必要事項を記入することになっています。必要事項は名前と生年月日、あとは出身地も書くとこあって、そこは嫌な方は書かなくても大丈夫です。で他には、電話番号、身長で体重も書くとこあるんですけど、そちらも書かなくても一応大丈夫です。職歴は以前どちらのクラブで働いていたかとか、未経験とか昼間の仕事をしていますとか、そういったことを簡単に書く欄があります。ではこちら拝見させていただきますね。します。全店が恵比寿でやられて、時給7000円でバック別で、うちで入るとしたら週2日ぐらいでお考えで。そうですね。はい、ポイントその1、週2日っていうのはクラブだとすごく少ない方なので、やっぱ最低でもね週3日以上の方が面接では受かりやすいです。ラウンジやキャバクラだと週1とか、あとその日のシフトで週2とかでも行けるんですけども、クラブの場合はやはり週3、週4、週5の方が面接受かりやすくなります。お客様に顔を覚えてもらうためにも、なるべくたくさん多く出れる子が面接は受かりやすいです。で、昼間お仕事されてるってことで、昼間の仕事が終わるのが、18時、ですと同伴とか、もし5時台に誘われたらいけたりとかってしますか？いやちょっと厳しいですかね。ポイントその2、お昼の仕事や学校に行かれてダブルワークは可能なんですけども、あまり就業時間が遅い方は銀座のクラブは面接に落とされる場合があります。というのも、新人の時は同伴って言ってお客様とお食事をしてからお店に入るのが、基本となってくるので、お店に入る時間が8時半を目安にしているので、食事がだいたい6時から6時半スタートが一番一般的です。その場合お仕事が6時に終わる方だと、そのお食事に月に一度も行けないので、やはり同伴ができないイコールクラブだと少し厳しいなという印象になります。なので学校やお昼のお仕事も17時に終わる方でしたら18時台の食事に行けるので、面接にパスする可能性が高くなってきます。お酒弱いって書いてありますが、どれぐらい飲めます？グラスで2杯ぐらい。シャンパンとかワインは大丈夫ですか？ちょっと苦手ですね。ポイントその3、お酒が飲めないっていうのはお酒を扱うお店なので、とてもお仕事する上では不利になってきます。お酒は、水割りといって焼酎やウイスキーを割ったものもあるんですけれども、シャンパンやワインといった抜き物というお酒もたくさんクラブでは出ます。お席を立つ時に必ずそのお酒を飲み切らなければいけないので、グラスについ切ったお酒を飲むためにも、やはり1日 4,5 時間の時間の中で、グラスで3杯以上
できればシャンパンやワインは半分ぐらい飲める方でしたら面接で採用される可能性が上がってきます。で、当店1時までなんですけども、その後お客さんからアフターとかって誘われたり行けたりします？ちょっと次の日も仕事があるので、行ける時は行きたいんですけど、基本はちょっと。ポイント4つ目、アフターというのがヘルプのお仕事であります。アフターというのはお店は1時に終わるんですけれども、その後カラオケに行ったり軽く食事に行ったり、その後どっかのお店に出かけたりすることをアフターと言います。このアフターの仕事はある日とない日があるんですけれども、あまり朝早い方だと、アフターが4時や5時になると辛くて続けられない可能性があるので、アフターに全く行けないとか、アフターはちょっと基本的に NG でっていう方は面接にかなり落ちやすいと思います。例えば同伴ができなくてもアフターはいつも行けますとか、アフターは全く行けないんですけども必ず週 3,4 以上同伴してきますなど、どこか特徴があれば受かる可能性はあるんですけれども、仕事前仕事後全て時間が使えませんという方は銀座のクラブは少し難しいかなという印象です。当店が8時から1時までの、日給制になるんですが、い、ご希望の日給とかってございますか？じゃあ5万円で。はい、ここは、人によって変わるんですけども、日給5万円の子もいれば、やはり最初はねスタンダードに3万円3万5千円が銀座のクラブでは一般的になってきます。そこで例えばお客様を前店から持っていて売り上げができるという方や、かなりの経験者で、数字が見込める方でしたら日給5万6万7万などを交渉しても入店する可能性は、上がっていきます。ちなみにですけど、面接ではどこを見てますか？そうですね、やはりまず容姿ですね。容姿、はい、はい、今のカラーに合った女の子かどうかと、勤務日数、アルコールの強さでお客さんの有無、やっぱそこら辺が大事かなと思って、そこを大事に見てますね。条件結構ね厳しいように思えるんですけど、これは一般的なんですか？そうですね、多分一般的な、面接の基準となっております。はい。河野くんは何件か銀座のクラブいたんですけど、その時面接してたんでしたっけ？はい、別のお店でも面接はしました。だいたい基準は同じぐらい？その時のお店の状況にもよるんですけども、在籍が揃っている時はやっぱり厳しくなりますし、少ない時はやっぱりどうしてもちょっとだけ緩くなる時もあるんですよ。やっぱりタイミングも大事だと思うんで、お店によっては多少条件は変わってくるとのことです。ちなみになんですけど、よく私インスタグラムの質問箱で銀座のクラブで働きたい方に質問を、受け付けてるんですけども、日給とか、あとこういう方働いてますかとか、あと私未経験ですけど何歳ですけどできますかってあるんですけど、何歳ぐらいの方だと、採用の可能性があるんですか？そうですね、今だと35歳までの女性がやっぱり基準としてありますかね。はい、私の今まで勤めたお店もそういう印象があって、35歳を超える方だと自分のお客さん持ってて、もうクラブでバリバリ働いてる方ばっかりだった印象があります。やっぱり未経験ですとやっぱり若い子がリクエストが多いお店なので、どうしても他の子に比べてやっぱ35になると嫌いなお客さんもいないと思うんですけども、やっぱり他の子に比べたらちょっと受かりにくいかなっていうのはありますね。そうですよね。最近西麻布のラウンジとかキャバクラ、六本木のキャバクラってすっごく時給高いじゃないですか、やっぱりそういう子来るじゃないですか。私時給が2万円とか時給4万円の子も来るじゃないですか、そういった場合はどうするんですか？めちゃめちゃ可愛くて時給2万とか4万の子ってどうです？いや、ぜひ欲しいなって思った子に関してはやっぱりお店全体で相談して、なるべく採用したいなと思うので、全店考慮して、お給料はなるべく同じような金額を提示したいなと思います。そうだよね、なるべくねその全店の実績があってね、時給2万とか4万だと、それ交渉次第かなっていう感じはするんですけど、でもそれほどじゃない子もいるじゃないですか、なんか容姿が割と普通でもなんか時給3万でしたとか、その場合どうするんですか？その場合は、様子見の期間もあると思うんですけども、採用した場合は、それでもしできなかったらやっぱ下がることもあると思うんですよ。下がるよね、普通にこの子時給3万ってけどお仕事は1万円ぐらいだなって思うと、普通に時給2給4万とか5万とか、一般的な相場通りになっちゃいますよね。芸能やってます、全然仕事出れません、週2日しか出れません、でも容姿が橋本環奈来ました、どうしますか？日
2桁は出したいですね。10万ぐらい出るよね、2桁出します。まあ銀座のクラブなんでやっぱり容姿が一番大事。そうだよね、はい容姿とさっきの条件面だと比率はどれぐらい見てるんですか？2対8とか3対7とか。いや正直6対4ぐらいですかね。容姿容姿は6 6ですね僕は。はい、うんうん、であとは中身ね、そうですね勤務の条件、あとまあ働く意欲っていうか意欲志です。はい、うんまあ、やる気絶対大事だもん、そうですね。はい、うん銀座のクラブってどこもかしこもみんな1位が美人なわけじゃないんですよ、うんやっぱ努力できる子の方がうんやっぱり伸びていく可能性もあるんで、まあ6対4で僕は見てそうます。だね、はいそしたらなんかねやっていくうちにすごく実力ができてね開花する子もいるんで、はいはい、ぜひぜひ怖がらずにね面接ってこんなこと聞かれるんだとか思わずに、ご応募していただけたらと思います。それではこちら拝見させていただきます。はいします。全店はどちらで恵比寿で恵比寿で働いてます。こちらはどういったお店ですか？はラウンジラウンジですかね。はい、こちらのお給料って時給でしたか日給でしたか？は時給制でした。時給制でおいくらぐらい持ってました7000円とか。 ？7000円ぐらい。それはバッグとか込みで？バッグなしバッグなし別ですね。バッグ別で、はいで、入るとしたら週、5ではいお考えで入ります。で昼間は何もお仕事されてない感じで、はいでお酒は強いとのことですからなんか苦手なお酒のことありますか？特には大丈夫です。シャンパンとかワインは大丈夫ですか？は大丈夫で。アフターもいけると。はい。同伴はどうでしょう？同伴もできると思大丈夫ですか？います。はい。ご希望の日給とかございますか？全然相場がわからなくて。まあ銀座初めての方だとまあ3万円からっていうのが結構相場なんですよ。まあでもまあ全店が7000円ってことなんで、じゃあ最初は3万5千円ぐらいで、はいまあ当店体験入店やってるんですけども、はい一度体験でクラブってこういう感じなんだなっていうのを見てもらって、それから入店のお話できたらいいなと思うんで、はい一度体験入店はい。されますか？よろしくお願いします。体験入店の方が、20時から、12時の4時間になります。はいでこれ皆さん一律で2万円っていう形になります。はい。で引かれるものは特にないです。普段の給料だと構成費所得税が引かれますね。はいで、その4時間やってみてお店の雰囲気見てもらってお店との合意ができたら入店でお話そこから進められたらなと思います。はいどう面接緊張した？緊張しました。久しぶりだと当時何言ったか思い出すの時間かかるね。そうですね。でもね一番王道のいい面接だと思うよ。本当ですか？もう多分どこのクラブも一番取りたい人材像だったと思う。いやだってさ毎日出勤できてお酒飲めて同伴行けてアフター行けて経験者だったら誰でも取りたいでしょ。はいということで今回はこの辺りでまたねー。